ツボツボは下振れしにくいらしい。ジャスパルと申します。連発スキルウィークボリューム3お疲れ様でした。皆様素敵な出会いはありましたでしょうか。私先日ツボツボに関する質問を X でポストしたんですよね。こちら Y 数字に弱いマン、ツボツボはお手すき遅いからスキルが下振れやすいがなぜ起こるのかわからないので誰か教えてくれないか。逆でもいい、早いと下振れにくいでもいい、シンプルに試行回数増やした方が収束しやすいよねみたいなことってポストをしたんですよね。もともとねコメントでツボツボはスキルが下振れやすいので的な内容をいくつか頂戴してまして、私数字にマジで強くないのでなんでなのかが分からず X の有識者日記ネキを頼ってみようと思いポストしたところ、ありがたいことにいくつも回答を頂戴することができまして、その回答から見えたツボツボの特徴だったりヒーラーごとの差みたいなところをお話ししてみようかなと思います。でこれまず結論なんですけど、差はほぼないですヒーラーごとの差はほぼないみたいです。なのでこの動画の内容を知らなくてもポケモンスリープは全く問題なく楽しめます。これはもう断言しちゃいましょうかね。知らなくても問題ないですが、知ってるとほんのわずかでも自分の感性に合うポケモンを選びやすくなるかもしれないなと思ったので、へえそうなんだくらいで聞いてもらえたらなと思います。そして解説する人間は私数字激弱人間パルでありまして、いただいた回答も正直いまいち分かってなくて、これで合ってるんだと思うみたいなギリギリ必死に理解した内容をお話ししますので、改めて間違っていることなどあれば有識者日記ネキ補足訂正をお願いできたらなと思います。そんな知らなくても別に問題ないヒーラーと下振れの話参ります。ということで改めてこちらのポストを見ながらお話ししていくんですが、まずこのポスト質問が大きく2つ入ってるんですよね。1、ツボツボが下振れやすいのはなぜか。2、試行回数を増やした方が下振れにくいのか。まあこの2つがメインの問いとなっています。でこれ結論からお伝えするんですが、まず1、ツボツボが下振れやすいのはなぜか。この回答がむしろ逆で、ツボツボの方が下振れしにくい。下振れやすいのはサーナイトやパーモットの方で、彼らは下振れやすい代わりに上振れも起こりやすいというものでした。逆だったかもしれねえということで、どうやらツボツボみたいな確率が高くて回数が少ないタイプは基本安定型になって、逆にサーナイトやパーモットみたいな確率低めで回数が多いタイプは爆裂型になるっていう特徴があるみたいです。ただその上で差はほぼないみたいです。これね後々出てきます。でもしツボツボがスピードもスキル率も10倍みたいな、スピード36000秒でスキル確率 59% みたいな、もっともっと極端な能力であれば差は出てくるっぽいんですけど、今のツボツボとパーモットくらいだとほぼ差はないみたいです。どうやらそうらしいということで、合ってますでしょうか有識者日記ネキそんなわけでね、1、ツボツボが下振れやすいのはなぜかっていうののアンサーは、ツボツボはむしろ下振れにくいでした。でお次、2、試行回数を増やした方が下振れにくいのか。これはねどうやらイエスの部分とノーの部分があるみたいなんですよね。まずイエスの部分なんですけど、なんとなく皆さん聞いたことはありませんでしょうか。試行回数を増やすと確率に近づいていく、確率は収束するみたいな。これ実際にコインを投げて表裏きっちり 50% ずつだとして10回やったら7対3でしたと、表 70% でしたみたいなことって全然起こりそうじゃないですか。でも1000回やったらなんか480何対510何みたいな、50% に近づいてるぜみたいな。これをどうやら対数の法則っていうらしくてですね、試行回数を増やせば確率は収束していくっていう特徴があります。あるんですが、これって今回の上振れ下振れの話とはまた別の話みたいなんですよね。今回の話で出てくるのってスキル期待値の話で、例えば1日のスキル期待値が5回のツボツボと5回のパーモット、どっちも5回なんだけど、鈍速高確率のツボツボと高速低確率のパーモット、どっちの方が上振れ下振れしやすいみたいな話なので、
例えば、じゃあ1日につぼつぼが50回お手伝いします。スキル確率 10% です。期待値5。パーモットが1日に100回お手伝いします。スキル率 5% です。期待値5。この時、パーモットの試行回数って100回と、つぼつぼの倍あるんですが、同じ期待値に揃えるんだったら、スキル確率も2分の1になっていないといけないってことで、こうなると、試行回数が多い方が結果がばらつくようになります。パーモットって1日100回お手伝いしてくれるので、理論上1日に発動できる最高スキル回数って100回ですよね。まあそれは天文学的な数字でしょうし、チーム間スキル天井的な話もね、なんかありそうな雰囲気だったりするので、あくまで例の話にはなるんですけど、パーモットはマックス100回、一方ツボツボってマックス50回なんですよね。このパーモットマックス100回っていうのが上振れやすさっていうことなんですよね。ただ同じ期待値なのにマックス100の上振れを持ってるってことは逆もまたしかりで、全然発動しない確率も上がっちゃってるんですよね。そういう風に結果がばらつきやすくなるんだけど、トータル期待値5になってると。だからパーモットの方が爆発力があって、ツボツボの方が安定感があるっていうことらしいんですね。なので対数の法則的にはイエスなんだけど、期待値における試行回数的にはノー。これらは別の話だよってことで、今の説明の通りツボツボの方が安定感があると、下振れしにくいという結果になるみたいです。合ってますでしょうかそんなわけでね、どうやらね、ツボツボの方が下振れにくいらしいので、ヒーラーを選ぶ際に安定感を求めたい方はスキル確率マシマシのサーナイトとかツボツボを選んでみるといいかもしれません。ツボツボはね、木の実ジュースもあるので無類の安定感を誇ってくれるんじゃないかなと思います。逆に爆発力を求めたい方はお手スピモリモリで期待値を上げているタイプのサーナイトだったりパーモットを選んでみると、短時間で一気にスキルを使ってくれて、ドーパミンアドレナリンその類がバチコーンになるかもしれないのでおすすめですっていうヒーラーごとの差の話でした。で、ここで最初の話に戻ってくるんですけど、そうは言っても差はほぼないよということで、こちら X でフォローさせていただいているうろうさぎさんが作ってくださった画像で、ツボツボとパーモットのシミュレーション10万日分のスキルの発動回数をグラフにしたものになってます。10万日シミュレーションですね。で、条件は画像に記載の通りとなってまして、スキル確率の小数点以下第2位とかはちょっと繰り上げてあったりするみたいなので、そのあたりはご承知おきください。だいたいツボツボはパーモットより 1.5 倍スキル率が高くて、パーモットはツボツボよりだいたい 1.5 倍お手伝い回数が多いっていうポケモンになってるんですけど、期待値がだいたい一緒になるとき、10万日分シミュレーションするとほぼ差はないっていう結果になりました。ほぼ差はないんだそうです。なんでなんでしょうねおそらく能力がこれくらいの差で、これくらいのタップ頻度2時間に1回とかだとこのくらいの範囲に収まるよねっていうのがだいたい一緒になるように運営さんも分かって調整してるんじゃないかなと思います。これはね、スキル天井も込みのシミュレーションになってるので、下振れ部分の最低保証もありますし、タップ頻度も2時間に1回なので、理論上最もスキルを発動しても16回になるのかな、そこまでしか発動しないんですよね。なので実は上振れ部分も下振れ部分もかなり穏やかになってるんですよね。だからこうなるんでしょうかひとまずね、そんなわけでこの条件ではほぼ差は出ないよってことで、普通に遊んでいる分には全く気にしなくていいくらいの差しかないので、安心してというか気に入ったポケモンをお選びいただければいいのかなと思います。でもね、今回の上振れ下振れの話をちょっとでも知っておけると、ほんのちょっとね、じゃあより下振れにくい子を探そうかとか、この子は上振れやすいんだなと、今日は逆にダメな日だったかみたいなね、そういう楽しみ方ができるんじゃないかなと思うので、メンタル面、精神衛生上役に立つかもなという感じで、ほんのり覚えておいてもいいのかななんて思います。ってことでね、ツボツボは下振れにくい話だったんですが、この話を教えてもらって改めて大事だなって思ったのは、サブスキルと生活スタイルとかプレイスタイルなんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
それこそツボツボってヒーラーの中では最大所持数がちょっと少なかったりするので、うろうさぎさんのシミュレーション結果、所持 L がないバージョンもありまして、そっちだともともとパーモットの方が所持数的に若干有利なので、パーモットの方がわずかに強いっていう結果になってるんですよね。多分ね、これ運営さん意図的にやってるんじゃないかなと思います。ツボツボには本当は木の実ジュースがあるので、木の実ジュース込みでスキルの能力はだいたいパーモットと同じっていう感じで調整してるんだと思ってます。でも日中も全然タップできない方とかだと、そのちょっとの差がより大きくなったりもしそうですし、例えばお手スピモリモリで期待値を上げているこの場合は、期待値は同じに見えてもプレイスタイルによって強さを発揮しにくかったりとかする場合も生まれてくるかなと思うので、人それぞれのプレイスタイルごとに相性のいいサブスキルみたいなものがあるんじゃないかなと思うんですよね。それこそパルだったら一括睡眠をするので、育てにくいポケモンの最大所持数系のサブスキルは評価が高いとか、強い水君がいるので食材のポケモンはお手スピじゃなくてとにかく食材確率が上がってる方が嬉しいなとかあったりするんですよね。これは感情面も大いに含まれてるんですけど、なのでもしできる方はね、自分のプレイスタイルに合わせたタップ頻度とかでシミュレーションしてもらいたいなと思いますし、世間の強いが自分の強いではないってこともあるかと思います。なので何が言いたいかというと、少なくとも私のチャンネルで言ってることは話半分で聞いておいてくださいツボツボの方が本当に下振れやすいかもしれないのでね、ポケモンスリープって解明されていないことがまだまだたくさんあるので、数学的にはどうやらそうらしいっていう話だったんですけど、実際どうかってやっぱまた別の話だと思うんですよね。チーム間スキル天井みたいな上振れ抑制機能でまだ解明されていないことも何かしらあるんじゃないかなと私は思ってますし、実際はわからないのでね、全然違う可能性もあるんだっていうのはね、どっかで思っていてほしいですし、普通に今回の説明が間違っている可能性もありますので、そこはぜひとも有識者にきねき何卒補足訂正コメントいただけますと幸いです。そんなわけでね、ツボツボの方が下振れにくいみたいなんですが、シミュレーションだと特段差はないし、実際どうかも解明されきっていないことがあるし、プレイスタイルによっても強さって変わってしまうっていう、知らなくても問題なさそうなツボツボが下振れにくいらしい話でした。その上でね、ぜひ皆さんのおすすめヒーラーも教えていただけたらなと思います。やっぱりね、実際の使用感って大事なんじゃないかなと思いますねということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援していただけますと、動画の拡散につながりまして活動が続けていけます言うてね、資本主義社会、弱いものは淘汰されていきますので、もしまた動画作ってくれよなと思っていただけましたら、何卒グッドやコメント等々頂戴できますと幸いです。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、まだまだ解明されきっていない木の実ジュースの確率だったりとか、チーム間スキル天井的なやつの話だったりとか、トゲデマルのほっぺスリスリにもボーナスのスキル 1.5 倍は乗るのかだったりね、解明されてないことが今後の研究で明らかになる時も楽しみに待ちたいなと思います。ぜひともね、解明されきってないことはオカルト等々含めて、それごと楽しんでいけたらななんて思います。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。